ヒカトーク。僕たち文句大好きヒカセンです。己の好きなジョブ愛を語り合うシリーズ企画ヒカトーク。これまでのシリーズは概要欄を参照ください。本日は文句会をお届けします。留意事項はこちら。それでは早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。やっぱりあれなんですね、こう D を拝見して思ったのが、やっぱ忙しさ、速さみたいなところが、やっぱ文句のこう一番でかいとこやろっていうのは、やっぱそこは皆さん共通してる感じなんですね。そうですね。なんか誇りがあるんですよね。全ジョブ中一番早いということに。2秒切るんだぞ。そう。わかります。わかります。最初に聞いた時やっぱ一番難しいって聞いてたから使えたらかっこいいんじゃねって思って使ったのは正直ありましたね、俺。文句をやる時に。早くて忙しくて難しいよみたいな。そう。じゃあ使えたらかっこいいじゃんみたいな。そう、マジ、それもありましたね。なんか下心というか、そういう気持ちはありました。まあね、違うギミックやってる気持ちになるもんね。なんか、他の例式とかやってても。確かに。慣れたら気持ちよくなってくるけど。そう。例式とかで、フレンドとかと一緒にやってる時とかに、フレンドは普通の 2.5 の GCD のジョブを使ってる時に、この噛み合わせがちょっと悪いんだよな、みたいな。敵から離れるタイミング的に噛み合わせ悪いんだよな、とかって 2.5 の人が言ってると、いや、文句ならいけるけどね、みたいな。そう。文句で挟み込むけどね。で、最後、陸号で話せれるけどね。そう。この強いですもんね。ね、文句ならではの短さ、速さの感覚を別のジョブの人に早いからいけるんだよねとかっていう時が一番気持ちいいですね。親顔ポイントですね。CCD 調整の話になると私結構いつも迷うのが、装備更新するとき、新式だけで、新式でとりあえず GCD 1.94 にするんですけど、更新したときどこを外してどのマテリア入れようみたいなのしんどいですよね。考えますね。そう。でも最初だからでも SS 積むかも。なんかうまくいかないときは。絶対同じ回しがいいと思って。いや、私もですね。ちょっともったいないけどとか言って、はめるスキル、そこは外せないですよね。そう。そっか、自分それ、まだちょっと浅くて、それの経験がないですけど、そうか、それも新式だと調整しなきゃいけないですもんね。どこをどういう風に禁断して、みたいな。そう。だからね、装備更新でまだね、腕しかもらってないけど、でも、腕にはスキルスピードがなくてさ、みたいな。でもなんか、他のジョブとかやってるとやっぱ文句だけ GCD 違うからなんか他のジョブでなんか使い回すの大変だなってちょっとアクセサリーのことでちょっとって思ったことありますね。なんか、それ関連じゃないですけどなんかそのリーパーやるときにアクセサリーこれ、右側一緒だからリーパーやりたいけど、でもマテリア付け替えるのやだなーって思いながらなんかいつも文句もらっちゃうんですよね。ちなみに皆さん GCD ってどれくらいまで短くしたことあります？でもなんか事故ってなんか 1.91 になってるやべえってなってる時はあったかも。すごいなんかたった 0. 数秒だけどなんか早く感じますよね。 0.91 とか92の世界って全然違いますね。なんか自分のコンディションでだいぶ違う気がする。だからこう 1.9 私は 1.93 でやるんですけど、 1.93 が遅く感じてる時はこれはちょっと調子がいい時だっていうふうに思う。なんだろう、私ちょっとうまくバーストの間の100になってからめちゃくちゃ挟み込まなきゃいけないじゃないですか、120のバースト。あそこのとこで 1.9 だと私ちょっとうまく最後まで回らなくて、もうしょうがない 1.93 でやろうっていう感じのちょっと弱々タイプなので。でも 1.94 なので、まだまだ甘えてるなっていう感じがしました。1.94 で回せる方がなんか本当は強いらしいんで、ちゃんと回せたら。環境にもよりますからね。FPS ちゃんと出るかどうか。最後の1の方が入るかどうかがね。そうですね。そう、なるほど。そう。でも高難易度自分がやるまで、文句って
ネット環境とか、その 0.1 秒で火力が変わるっていう話をネットとかで見て、何言ってんだこいつらはって思って。そんな、そうだね。そんなことあるんかいって、そんなとこまで気にしてるの気持ち悪いとか思ったけど、自分がやってみると、もう気にするなって、GCD0.1 秒で気にするなっていうのがすごいわかるようになったので。ねえ。なんかGCD は。グレンの間に11挟むんだっけ？なんだっけ？そうですね。そんな感じですかね。11DCD 挟まなきゃいけないみたいな。なんか、グレンをちょっと遅打ちしなきゃいけないんじゃないですか。なんか GCD の後半で入れる。そう。もうあれ最初に知った時に何言ってんだみたいな。いやもう最初のとかもこのグレンと桃園一緒に入っておけばいいでしょとか思ったらなんかちゃんと調べたらなんか遅ばきしなきゃいけないのにで、はてななりましたね。そんなのどのジョブでも見たことないぞみたいな。あ、他ないんだ。私文句しか触んないからその辺よくわかんないけど。そっか。まあでもこの辺、なんかグレンもさ、桃と同じGCD になった、GCD じゃないや。効果時間が一緒に伸びたから、そこちょっと優しくなったかなって思う。昔は短かった。昔の文句のちょっと今日いろいろ聞きたいなと思ってたんですけど、昔は短かったんですね。そう。グレンかな？グレンが15秒とかだった気がするんだ。そうなんだ。そう。で、あと桃の範囲も今、30メートルだけど、15か20ぐらいだった気がする。そうなんだ。だからめっちゃみんなに近寄らないと桃が全部回らなくて、頑張って近寄ってたな。なるべくど真ん中で吐かないとみんなにシナジーを。そう。桃を口に突っ込めないんだ。そう。せっかく巻きたいのに、端っこの人に行ってないとかいうのが結構あったから。大変そう。30メートルになってよかったってみんなに桃が届けられるって思って。いやそう。昔の話だったらなんか、一番さんとかが結構なんか書いてくれてたけど、ね、昔人雷がありましたよね。ありました。あれは、生きがいでしたよね。なんか、そう。ちょっとずつギアが上がっていく感じが楽しかったんですよ、ね。そう。昔疾風人雷ってものがあってなって大体文句で話すとなるんですよ。そうですね。そう、なんかすごいちょっと昔の文句の攻略記事とか見ると、なんか文句はスロースターターだからとか書いてある。そう。人雷が4つ溜まるまでは GCD が遅いんですよね。遅い。だんだん上がってくるって感じで、4つ溜まったらやっとなんか普通の文句になるみたいな。それを、人雷もなんか、バフだから何秒間かで切れちゃうんですよ。だからそれを更新しなきゃいけなくて、更新するためには、なんか敵を殴るか、もしくは演武をするしかなくて、だから昔の演武は、これを、ID の道中ずっとこれをこうしながら走ってたんですよ。だから、ごめんね、うるさくて、俺ばっかり、なんか、シュンシュンやってるけど、気にしないでねって思いながら、こう、ID ではちょっと申し訳なさそうな気持ちで、ちょっと走らせてもらってましたね。そうなんだ。じゃあ、やっぱそういう時代から比べると、今の方がやっぱり初心者の人にもとっつきやすい感じになったんですかね。そうかもしれない。もう全然違いますよね。そう。安いです。ね、で、方向指定もさ、全部にあったから。そう、すごいっすよね。それを最初になんか調べた時に聞いて、マジやばーってなったのをめっちゃ覚えてるんだよな。今その時代やりたかったな。いや楽しかったっすよ。今も忙しかったけど。全部につけてほしいぐらい。だから敵のね、横と背面とさ、側面をずっとうろちょろしてさ、もうごめんね、画面もうるさいし、音もうるさいし、みたいな。でも私は、文句が好きすぎて、いろんな人に、文句やらないってすごい気軽に声かける人間で、なんか、お前も文句にならないか。そう。文句ないか。6.5 までは、あんまりちょっと教えるのにも、この、秒数管理の難しさというか、めんどくささをちゃんと超えれる人じゃないと、無理だろうなと思って、あんまり進めづらかったんですけど、7.0 からは全然、もう誰にでも言ってますね。確かにそうかも。7秒で攻撃が更新する。攻撃だっけなんか破砕だっけ更新するんだよ。そうです。
でそれがもうなくなったから、本当にいろんな人にやらないかやらないかって言いまくって、なんか門下生みたいなのいっぱいできてて。ちゃんとできてるんだ、すごい。そうなんですよ。多い。道場作ってるんです。すごい。師範じゃん。牽制じゃないですか。そう。でもなんか、だから、この、向いている人、文句に向いている人っていうのは、なんか、私が勧めた人の中ですごい文句にハマってくれた人は、もともとナイトをやってた人で、ね、そのナイトの魅力に感じているところっていうのが、そのかばったりできるとかサポート性能が高いところだったみたいで、だからこそ文句やったらハマるよみたいなマントラがあって混合があって、自分でいろんなことが自己完結できて助けられるんだからって言って、もう2力説したら、そうやっぱりそういうちょっとね周りを見たい人に本当に向いてるなと思いますね。さらに強いからね。ね。火力もちゃんと出るから。そう。なんかあんまり昔のこと知らないですけど、なんか文句って本当にいつの時代にどこに出しても無難に強いみたいな感じにずっと言われますよね。なんかそんな感じする。そう、なんか割と不遇な時代がなさそうなんで。一旦私がやってる7年間はなんかあんまり不遇っていうのは聞いたことないから、文句はずっとなんか安定してる気がする。まあ結構ね、そういうの、なんだろう。手触り一緒ですよとか言われて、更新してみたら全然違って、まあって思わなくはないけど。7-0は全然違った、本当。でも 5.0 から 6.0 に比べたらまだ優しいかなっていう。確かに。人代削除はでかすぎたって思って。本当に、召喚がすごい変わったので、なんかそっちにみんな引っ張られてたけど、文句も全然変わったからね、今回っていう。踏みなり回りが全然変わってることをみんな知ってるみたいな感じで。でも、それはそれで、でも、ちゃんとね、文句の人はそれでちゃんと文句続けてるからね。もう楽しいもんね、それはそれで。いや、文句は本当、文句はいいぞとしか言えないですよ、本当。文句はいいんですけどね。いいんです。なんか敬遠されがちなんですけれども、命令で難しいと思われがちですけど、そんな、まあそんなにって言っちゃったらですけど。少ないし。今ね。基本コンボのルートも本当ずっと変わんないし。そう。60から使えてね。わかりやすい、めっちゃ。そう。で、ゲージとか貯めなくていいからさ、なんか、みんながさ、ペーズ以降の時とかにみんなが、貯めなきゃって言ってるけど、俺リーバーが嫌だったらマジそれだったんだよ、もう。ポチポチちょっと陶器を合間に貯めとけばいいから、っていうか、なんならちょっとね、殴れないで貯めとけばいいから、別に何もこぼないしな、みんな殴っていいよ、みたいな。感じでね、ちょっと余裕の構えができるね。そうですね。なんかやっぱ他のジョブ触るとなんか、なんか、こんなもんって言うとあれだけど、なんか、まだ押せないのこのぐらいなのかみたいな感じになってるのはすごい思う。ゆっくりだって思う。そう。で、あと、あんま挟む込みのもないじゃん。なんかこう、ね、合間にさ、ちょっと、お腹空いたなみたいな感じで、こう、人代の、疾風人代を押したりとかさ。ねちょいちょい押せるのがない。私、ヒーラーもやるんですけど、その、ヒーラーをちゃんと難しいコンテンツに出しに行ってるのに、普通に栄唱の時間待てなくて滑り落ちできない時ありますからね。霊式とか来てんのに滑り落ちに失敗して、ごめんみたいな。めっちゃ待てないです。滑り落ちは尊敬するわ。文句だったらさ、栄唱とか一切ないからさ、なんかもうずっと動いてられるからさ、待てない、動かないっていうのが無理だもんな。ヒーラーやると、ちょっと文句でやってた時の感じで、ちょっと待てないってすぐなります。わかる。キャスターやるとマジそれになる、実際。霊式とか出すと、動けないってなる、めっちゃ。いやでもそれでもなんかね、全部出せますとか、なんかみんないろいろ書いてるから、ほんとすごいなって思う。僕は本当、その、栄唱なし、忍者もちょっと前まであった、その天地人の、もう今解放されてるけど、移動制限、動けないから、なくなって、
で、文句って本当これまで移動制限一切なしで、リュウさんのジャンプの硬直みたいな、そういうのも一切なしみたいな感じで、こんなにストレスフリーなメレーはないよっていうぐらいだったんで、メレーの一番最初に、おすすめのメレーはって言われたら、文句触っとけば、その後他行った時に絶対楽できるんですよ。それそうですね。こんなにゆっくりでいいんだってなるから。メレーの初めての人は文句からやろうっていう。確かに、今ならそうかも。映像が侍とか本当居合するときとか大変そうだなと思って、なんか高難易度で相方侍でどうやってこのギミック処理してんだろう、あんなに映像あって。すごいよね。刀なのに栄翔色ってみたいな。紹介よりよっぽど栄翔あるじゃんとか思って見てるんで。そんな。マジカルベレーだから。マジカルベレー。ショックまず栄翔2個しかないから、ショック。ああ、そっか。そうなのか。好きなスキルに今後終点って書いたけど、やっぱここに陸号も入ってるよね、みんな。最後にね、陸号打ってシュッて動くのがいいんだよね。やっぱコンテンツの最後に陸号だけ打って、そう。綺麗に決まるときはやっぱ気持ちいいですね。ボスのね、栄翔馬がちょうどなくなるぐらいにね。思った以上に皆さん陸号好きなんだなっていうのをこのシート見て、本当陸号使うってなんか文句やってない人って陸号ってなんで存在するのみたいな人が大勢いらっしゃるんで。多い。いや、そうで、電式やり始めるまでは全然これの意味わかんなかった。いや、正直自分も最初にこれ見たときなんでこれ使うんだろうってめっちゃ思ってましたよ。私、いろんな人に教えるって言ったじゃないですか。もうこの陸号の話するときが一番熱いです。陸号と本号とマントラあたりをね。なんか目次をこう用意して殴ってもらって、この陸号っていう技使ってもらっていいって言って、ほら、GCD 長いじゃん長いじゃんこれ何のためにあると思うやばい、いいなんか、いいな、なんかちょっと生きった感じの先輩。めっちゃニヤニヤしてそう。なんか長いよね。でもなんかリキャストを共有するとか書いてあるよね。そう。まあ、長いってことは LB の前に使えるんですよ、みたいな。そう。そう。LB の前にね、そう。だからさ、もう文句に任せてくださいよって思うんだよね、LB はね。そうね。もう、なんか、普段の殴りが忍者がちょっとあんまり出ないみたいなイメージ。そうなんだ。だから、忍者か、まあ、陸語がある文句かが多分いいと思うんだけど、他のメレーさんがあんまり知らないから、普通に文句軽く出るもんだと思って打ってくれちゃうんですけど、いや、任せて欲しい俺には 2GCD 分の6号があるんだ。バイパーいるとき、バイパーがちょっと、いや、ちょっと待ってくれって。自分はこのシートで初めてそれ知ったんですよ。むしろ文句メインでやってたんだけど、今更知ったんですよ。ああ、そういうことなのかって思って。今日はこれを覚えて帰ってください。もう本当に覚えさせていただきました。勉強させていただきました、本当。いや、これ決まると気持ちいいっすね。そう。で、しかも 7.0 になってから、これに、冬季まで乗るようになったので、冬季の無駄もないんですね。これ、そう、逆にこれ今まで乗ってなかったんですね。なんかそれ知らなかった。そう。今までは、まあ、ただ、陸号がこの威力分乗るだけだったんだけど、70からはこれが冬季分乗るようになったから、冬季をね、宇宙漏れたやつがあったとしても、ちゃんと陸号でね、最後まで使い切ってからいけるから、すごくお得な陸号になりましたね。なんか、ボスが、消える前とかに、そう。陶器が4つまでしか溜まんなくて、あと1個溜まってくれたら撃てるのに、陶器さんも、みたいな。そう。場面で、陸号で、その4つの玉を全部消費してから、ボスがいない間に、陶器をよいしょって溜めれるんですよ。そうだね。確かに、陶器だと5個溜まらないと言ってないけど、陸号はもう4個でもその分使ってくれるから、威力が乗るから、溜まった分だけ。これはいい調整でしたね。そう、陸号素晴らしいですね。考えてる天才だよね、これ。冬季まで乗せようって。楽しい。皆さん、金剛、本当に好きすぎですよね。全員金剛好きじゃんって思って、なんか、これを見た個人的なすごい思ったのが、文句をメインでやってる人って、火力出て俺強えみたいなメレーをやってるっていうより、なんか火力出るのはもう当たり前の大前提にあって、その先で何が自分にサポートできるか、マントラだったり、混合だったりで、
火力なんか出して当たり前。その上でこっちは文句ならではのお仕事、こういうサポートができますよっていう、なんか一歩先を行ってる人が多いなっていうのをすごい感じる。文句はね、いっぱいおまけがついてて楽しいよね。楽しいです。確かにそうですね。で、ね、パーティーの人もワンチャン助けられるかもみたいな話。ヒーラーが落ちた時は、今後する時みたいななんかありますよね。ありますね。輝ける瞬間というか、ヒーラー一人落ちたな、回復辛くなるだろうな、今後やっとこう、みたいな形で。連続頭割りとか、すごい。いいですね。やるかも、やる。マントラと今後使って、これでヒーラーの頑張ってもらって、みたいな。自分も手伝いますよ、みたいな感じで。おまけしときますって。まあでも霊式とかだとなかなかね、ヒーラーさんのなんか回復も挟んであるところだから、なんか本当に、おまけ程度でしかならない時もあるけど、なんか IT とかで、なんか一人何か落ちちゃった時とか、もうタンクさんもヒーラーさんもいない、なんか DPS 二人だけしか残ってないっていう時とかでも、なんか意外と、ね、ブラウトパスとナイタンと、混合と、であと牽制も頑張ってなんかいい感じに回してみたいな。でしたらなんか、DPS しか残ってないけど、最後まで倒せたみたいなのもね、あったりするしね。全然ありますね。結構多分皆さんやってると思うんですけど、タンクが落ちた時に割とタンクの代わりは務めますよね。やりますね。そう。やりますね。文句はタンクっていう風になんかよく聞くと思うんですけど。そう。もう 7.0 で終点追加されてタンクでヒーラーで DPS ですからね。あ、そう。もうそう。オールマイティーです。なんか踊り子側も黒ポジを文句につけると、そのエスプリのやつがすごい溜まりやすいらしくて、そう私たちはその散々言ってたその 1.94 とか 1.93 の GCD のあれでウェポンスキルを打つ回数が他のジョブより圧倒的に多いんですけど、なんかウェポンスキルに反応してその踊り子のゲージが溜まるらしいので、なんか踊り子さん側も恩恵があるので、ちょっとぜひ今後文句につけていこうよと。そうですね。言われてみればそうですよね。ぜひですね。確かにそれで一時期文句につけた方がいいよって話も出てたけど、でもその話がなんかいつの間にかなくなっなんかあんま聞かなくなったから、なんか仕様変わったんかなぐらいに思ったんだけど、そこは変わらないんだね。まだ多分変わってないですね。そう、変わってない。多分身内でよくやるときに踊り子いるんですけど、なんか俺に黒ポジつけるときに指ちぎれそうで言ってますね、いつもなんか。すぐ溜まるから。すぐ溜まるから指ちぎれそう。アベルさせちゃダメだと思って指ちぎれ、バースト中指ちぎれそうって言ってますね。指がちぎれそうで。でも、文句もたまになんかめちゃくちゃ陶器溜まるとき忙しくないですか？バースト中文句めっちゃ溜まるとき、陶器溜まるとめっちゃ指ちぎれそうですね。なんか。もうまた溜まったって、溢れちゃうって言いながら。陶器のところずっと連打してますね。バースト中も暇なときはもう。なんか、文句って陶器のシナジ桃を打つと、パーティーのこれもまたウェポンスキルとかに反応して、自分の技の弾が溜まるんですよ。たまにで、そう、たまに。またこれも確率なんですけど、確率だから、全然たまらない時もあれば、すげえたまる時もあって、そう、全然たまんない時は、私いつも、おい、みんな殴ってちゃんとみたいな。たまんないじゃないかよって。殴ってるよって言われるけど。と思ってたらなんか突然バーストに森って上がったりするから。そう。待ってよってなるもんね。ただでさえね、100レベルになったバーストが、疾風とグレンの後になんかうつ技が1個増えたせいで、余計に忙しいのに、その間にグレン、なんかね、極意してない。陶器も打たなきゃいけないから、めちゃくちゃ忙しくなるもん。調子のいいパーティーだと、毎13ごとに陶器溜まってくる。そう。またみたいな。ずっと打てるみたいになるんでね。そう。本当、誰かが書いてたんですけど、本当5個以上陶器が溜まるようになったのは、マジで。昔、そうです。バースト中5個だったんですよ。なんか今10個もありますけど。平気で溢れてましたからね。よかった。あれは本当、もったいないと思ってたもん。本当、今溢れてんだろうなみたいな。そう。2、3個多分飛んでったわって
逆に今までこんなに溢れてたのかみたいな。確かに。それをそっか、もう確かに。可視化されちゃって、うわ、今までもったいないみたいな。打てなかった陶器がどれほどあったことかって感じ。今までいくつの陶器を無駄にしてきた。6.5 までの陶器。さようなら。1個大体威力40なんですよね、陶器って。ああ、そっか。割り算するとそうなるの。ばっかり。いや、だいぶ火力をね。私、そもそも皆さんにヒアリングシートの時点で聞こうと思ってたことに、なんで文句やり始めようと思ったんですかっていうのを書いてて、まあ、自己紹介の時点で言ってくれてる方もいたんですけど、はい、私は別に憧れとか全然なくて、なんか素手ってバカみたいだなと思って。すがすがしいですね。バカみたい。いいです。いいです。いいです。ザ・脳筋っていう感じがして、バカさ加減が面白くてやり始めたんですけど、他の方々はどこが良かったんですかね。某光のお父さんの息子さん。はい。まあ文句なので、そこにちょっと影響も受けたなっていうところはすごいありましたね。なんか、自分が文句選んだ後だったっていうのもあったんですけど、知ったのが。なんか、文句を選んでよかったなとか、文句をこの後続けていくにあたって、ちょっと師匠としてなんか尊敬しているっていう部分も。なるほど。あとマイディさんを見てたから、文句界隈をちょこちょこ見てて、なんかツイッターで、FF14 やってないけど文句界隈がチラチラ見えて、文句界隈楽しそうっていうのもあって、なぜか仲良しな。そうそう、文句をやってる人たち大体なんかすごい楽しそうで、なんか文句はいいぞみたいなこと言ってて、楽しそうだなと思ってっていうのもあるな。ニコってだからっていうのも最初言ったけど、はいはいはい。やっぱね、文句の界隈が楽しそうだったのが一番大きいかも。なんか仲間意識すごいですよね。そう。横のつながりが強いというか、お前も文句かみたいなのはありますね。でもさっきの素手でって話だったら、なんかミラプリも透明の武器してるよって人いたよね。そう、それはなんか自分聞いてすごいなんか初めて知りました。なんかそれしかエンペラーズにするといいっていうのは。めちゃくちゃいいですよ。確かに。いや、でも私素手もいいけど、夜間が好きなんだよな。ゾディアックウェポンの。そう。夜間は人気ですからね。いや夜間、音も鳴るから好きなんだよな。ヒュー。そうしてる音するんでしたっけ？いや、そう、ちゃんと湧く音がするから。こういうの音するんですか、あれ。そうそうそう、ちゃんと鳴るんですよ。そうなんだ。ちょっと話変わっちゃうんですけど、夜間というと、どこだっけな、シルクスツイニングの ID で、サンボスの手前で、ケトルがヒットして出てくるっていう。はいはいはい。夜間は未来でも夜間として存在したんだなっていうエモさがちょっとある。いやそう、夜間で言ったらね、漆黒の方の武器クエだっけ？ギャザクラの方かな？なんか、婚約指輪ならぬ婚約夜間みたいな。モーエンツールですね。そうそうそう、モーエンツールだ。装備で言うと5番さんなんか純粋にかっこいいメインアームをミラプリ5自慢のところに貼ってくださってますよね。ドラゴンビアードフィストですよね。これすごいかっこいい。これもいいよね。これ竜のひげが腕に絡んでいる。はいはい。腕まで行くのがいいですよね、これ。かっこいいので。薄着、袖ちぎられてるならではの文句っていうか。袖、いや、袖、ちょっと侍さんにはいつも申し訳ないなと思ってるけど、侍さんには申し訳ない。ただ、これはね、ちゃんと AF だからね、大丈夫。そうそう。やっとね、AF でも片方だけだけど袖もらえたんで文句も。そう、今回の AF はすごい可愛いって言って、皆さん人気ですね。人気ですね。文句界隈の外からも人気ですからね。そう、それはね、ミラプリのために文句をあげたなら文句をやれといつも言ってます。とてもわかります。本当に女の子が短いスカートと合わせて履いてるのもすっごいあれも可愛いよね。でも男の子だって可愛く着られるんです。可愛い。胴体に竜が入ってるので、
その辺も武器とリンクしていいかなと、自己満足ああ、を確かに。得ております。確かに、竜のセットいいね。うん、なんか、ラールガーモードしてる人いたよね、なんか、お正月に。私です。本当だ。偉いって思って。毎年の恒例で。一応なんか始めた当初、それこそ守護神、何もわかんないから適当に決めてたんですけど、文句をやるって決めたときに、初めて幻想薬使って、守護神だけラールガーに変えるっていうのをやりましたね。なんか文句として生きるなら、ラールガーにしとこうっていう。もう会心っていう名前からしていいですもんね。いやー、いいよね。ぽいね。最高です。でも、やっぱまあちょっと暑苦しいおじいちゃんなんでね。あれなんですけど、それでも、文句でやる以上信仰はしていこうって思って、毎年初詣には行ってます。偉い。行きやすいところにあるもんね、文句はね。そうですね。テレポですぐなんで、皆さんもぜひ、お正月には、おみくじ引いた後でもいいんで、ラールガーグリッチに行っていただければ。勉強になります、ちょっと。あんま混んでないんで。全然混んでないんで。全然ガラガラ。全然ガラガラです。ガラガラだし、ウィダルゲルドが待っててくれるし。ウィダルゲルドね。なんか、いや、みんなは、ジョブクエって文句が初めてでした？はい。わかりますよ。いや、わかりますか？いや、あれさ、最初にさ、お下がりをさ、もらった瞬間、ほかの、わかった、もらうけどさ、って思ってたじゃないですか。あれを、いや、他のジョブもみんなお下がりなんだと思ってたら、私も思ってました。そんなことなかったじゃないですか。びっくりじゃないですか。他のジョブもみんな先輩から服もらうんだ。で、その場で着させられるんだって思ってて。だろうなって思って、他のジョブ、そう、やってみたら、なんか、いい布をもらったみたいな。だから文句のジョブ系の時に、文句ってこういうジョブ系の、こういうノリなんだってめっちゃ思った記憶ありますね。だから。どっちが先でした？ジョブクエ初めての。ジョブク自体は詩人が一番初めてだったんで。じゃあ普通になんだっけ？普通にどっかからもらってくるような感じでしたっけ？詩人はどうだったかな？ちょっとちゃんと覚えてないですけど、でも、ギルドに行ってなんかいろいろ倒してこいみたいに言われて、それでどうだったでもお下がりじゃないですもんね。お下がりじゃなかったような気はする。お下がり文句しかいないですよ。いやそう、だから他のジョブクエやった時に衝撃を受けて。あとなんかそれで印象に残ってギルドのおじいちゃんとめっちゃバトルしまくったら、なんかすごい、なんかそういうノリなんだって思って最初の方でめっちゃ思った記憶がありますね。確かに格闘士クエもね、そう、ハモンのおじいちゃんいいよね。そう、ハモンのおじいちゃん、そう。いいキャラしてますよね。めっちゃいいキャラしてるなって思いましたね、なんか。そう。先輩ってもね、他と違うなってめっちゃ思いましたね。今回のこの座談会において、ちょっと振り返りで自分、文句クエを一からその格闘士のハモンとのバトルから全部ちょっとやってきたんですけど。すごい。文句ずっと本当、いろんな他から臭いって言われて、いや、臭くないよ、文句臭くないよって言ってたんですけど、改めて見ると、これ臭えわって思って。これはフォローできねえわって。ビダルゲルトのせいじゃない？あれ、こんなに、ねえ、こんなだったっけっていうぐらい、脱ぎたてじゃんっていう、何にもあれはちょっとね、あそこだけは本当にフォローできなかったけど、でもそこから先ね、なんか、いい匂いがしそうな、ミコって文句が2人出てくるし、文句は、結果としてはいい匂いするよっていう、プラスマイナスで見たら。絶対ウィダルゲルトを中和させるせいで、なんとか頑張って、差し込まれたんじゃないかなっていう。でも私、その14やりたてのもう最初のジョブを文句に選んでたから、グレンのストーリーがすげえ入ってきたなですよ。そう、それめっちゃ羨ましい。わかる。文句でもう一回グレンやりたいなとはめっちゃ思いましたね、文句途中のラールガーの像の上でリセットをあれするところめっちゃ自分のキャラで見たいってめっちゃ思ってます。今なんか強入しようかなってちょっと思うぐらいには見たい。もう、ね、グレン以前の方にこそ、ちょっと今から格闘士やりなよって言いたいですね。あのシーンマジでかっこいい。いや、そう。
グレンそう、私多分グレンのオープニングが多分一番よく覚えてるから、グレンぐらいから始めた気がするんだけど、なんか私文句やってるから、なんかこういうオープニング流れてるのかなぐらいに思ってる。なんかそう言われてみると自分なんかグレン結構好きだったから、文句を始めたきっかけにグレンはちょっとあるかもしれないですね。グレンのストーリーとかいろいろ見て、なんか、その、グレンのその文句のなんかなんかそのリセを見てなんか、文句かっこいいなってめっちゃ思った記憶がありますね。確かにリセもね、よかった。いやそう、ID でさ、なんだっけ、ラールガーの、なんか、聖堂院、なんていうのみたいな、寺院みたいな行くから、文句の聖地やんってめっちゃそこら辺でテンション上がった記憶がある。本当にマップで行けんだみたいな。そう。なんか、本当に先の方のシナリオを何も知らずにストーリーをやってたので、アラミ語に本当に行けると思ってなくて。確かに思ってた。入れるんだみたいな。そう。文句クエで聞いた聖地っていうか、霊の地っていうか。だから初めてそのラールガの像を見たとき、感動しましたね。いや、そうで、しかも最後は会えるようにもなったし。上月で会えましたもんね。でもなんか未だに疾風が90秒なので私ちょっとイライラするんですよね。やりづらいはやりづらいですよね。リキャで打った方が強いのはわかるんですけど、なんかマジで何のバフもない時に吐く疾風がもったいなーみたいな気持ちになるんですよ。でもほら60秒の間さ、暇だからちょっといい感じに戻ってきたわってなんか打てるものがあるから楽しいかも。だんだんそのなんかコンテンツとかで死んだりとか疾風がずれてきたりするとうわーって思うことがちょっとありますね俺。気持ち悪いですよね。すごい局地的な話になるんですけど、ライトヘビーレースの4走で、4走の前半か、ちょうど展開2をギリッと処理したあたりで、あそこでゼックの、疾風帰ってきて、で、命令で、頭割りか、本当ポジションによっていつ変わるけど、なんかちょっと敵から離れなきゃならない瞬間に、ちょうど疾風の極意からの絶空剣を打つタイミングがあって、ここの絶空剣だけは本当にもう最高、みたいな感じ。あそこ、確かに、あそこ頭割り、多い時とか、あと頭割りの時とか、端に行かせる時めっちゃ重宝、あそこめっちゃありがてえと思いながら打ってますね。わかります。なんか本当、なんか文句のために考えてくれたんかみたいなタイミングだったもんな。いや、でも私、疾風の効果って、オートアタックを短縮するっていうか。確かにね。わかる。離れたくはないですよね、でも。離れたくないものなのになぜ離れることを前提にした技を後で打てるようになるんだみたいな。確かに。だいぶイライラするんですよね、逆に。確かに。いや、実際あれで。情報15秒っていうのも憎たらしいですよね、ちょっと。そうなんですよ。あれ、もう少し長くしてほしいっすね、絶空剣は。そうね。すごい極地の話なのに、思いのほか皆さんに分かるっていうのが、やっぱみんなそうなんだっていうのが。わかる。めっちゃすごい嬉しいです。疾風があるじゃんってなるもんね、あそこ。すごい嬉しかったですね、今。他ジョブへの不満のところですっごいコアゴアと文句のこと書かれてないかなって思ったんですけど、他の見てなかった。そういえば見てないかも、確かに。侍さんがなんか、袖ちぎらないでくださいって言ってた。それは申し訳なく思ってる。ごめんなさい、袖ちぎるってなんですか？あれなんですよ。文句と侍は同じ、装備枠じゃないですか。はい。ストライカーでね。そう。だから、なんでしょう。大体文句と共通だから袖なんか、破かれるって言って、大体、なんか、袖ないなんか、装備が多いですよね。そういうことか。文句に合わせられちゃうのか。文句向けの装備、侍向けの装備が、なんかやっぱストライカーの中にもあって、文句向けになると袖が急にブチッと。そういうことですか。なるほど。そういうことなんだ。自分もなんか袖ちぎりどういうことなんだと、そういうことだったんですね。なるほど。ストライカーは大体袖がないから、ごめんね、侍さんって思いながら、やってる感じがある。でも私、他ジョブへの不満、なんか全然みんな文句の人たちはないんだな、優しいなって思ってました。
私全然侍腕伸びすぎだろ、バイパーもっと腕伸びすぎだろって言ってる。まあ確かにバイパーはマジで伸びてる、でも実際。本当にすごい。長い。マジ伸びすぎ。使ってて思った、本当に。ああ、そうなんだ。ね、いや、まだ、侍は、栄唱もあって、で、そんな自由に使えるタイミングじゃないじゃないですか。腕が伸びるっていうのも必殺技だから。まあ、それはいいんですけど、バイパーが腕を伸ばせる技、20メートルもいけるんですよ。20メートルです。そう、20メートルいけて、そう。で、なのに、スタックするんですよ。そう。しかも火力もちゃんとある。ロスにならないそうで、打っても。だから、いくらでも好きな時に使うように貯めといて、離れます、ピュッピュッってできる。ずるいじゃないですか。だから、それこそさっきの4層のところとか、文句が頑張って、絶叫剣打ってるところ、なんか、バイパーは、ヒジャ打って、離れてるだけで、もう、なんか、バイパーもブリンクあるんですけど、なんかそのブリンクで近づいてたりかもしないでも、全然普通に火力出せるしから、マジで、まあ、バイパーめっちゃ楽だなって思った記憶あります。なんか、やってて。そこはなんか、いいなって思ったところです、バイパー。でも文句やってる人は、この縛りゲーが楽しいみたいなとこあるじゃないですか。でもそう、このなんか文句のこのバツ銃使って頑張って挟んで、押し込まなかったらやったぜっていうのがマジ気持ちいいのはある。なんか、それを頑張って、陸号でギリギリまでとかってやってる横で、ピュッピュッってされると、さすがにちょっと腹立つじゃないですか。そこをテクイ陸号とか、疾風を決めるのが我々なんですよ。文句はね、本当その縛りが、本当。いや、だってなんなら陣雷戻してとか言ってる人いたじゃないですか。私です。すいません、私です。なんか、より難しい方が楽しいですよね。難しいを求めてるとこはありますよね。でもね、そう楽しいもんね、やれた時が。楽しいっす。マジで文句言ってますけど、やっぱなんか研究すればするほどやっぱ面白いですよ。なんか、さっきちょっと最初のに話したグレーンを後ろの方で打つとかそういうのもありだし、なんかいろいろ突き詰めたらなんか火力の伸ばし方とかなんか、いろいろあって面白いなって思いますね。ね、そう。それなんか、ゼツとかやってて思ったんだけど、なんかこう誰かが、無限をなんか120秒バーストで打てないのがなんか嫌だって言ってたけど、なんか、コンテンツによっては、なんか敵が飛んでいくタイミング的に、今もう、ただ2回、なんかグレンの時に打っといて、60秒の時にもう2回打っといて、次からは120秒バーストで無限が打てるようになるよみたいな回しができるよみたいなの記事とかを見て、そう。だからっていうのがあったりするから、まあそういう意味で文句また、こういうやり方もあるのかっていう、こう、研究の幅が広いな。ちょうど、私、絶エデンを最近やってたんですけど、なんか、もう本当に最初の方に手探りでいろんな人のクリア動画とかも見ながら、どこに必殺技を持ってくるかみたいなのを考えたんですけど、結局私が最後の LB3 を、一番最後の LB3 を打とうってなって、で、LB3 を打とうと思うと、最後のバーストを吐ききれないみたいな。絶対でもそういう感じなんですよ。でも、バーストの10何秒分かは使えて、最後の5秒分くらいだけ吐けないみたいな。それを前提にして、逆算して、まずその最後の5秒の間に無限頭部を打っちゃうともったいないから、その15秒の前の間に無限頭部を打ちたいと。でも、バーストを吐き切らないのはもったいないから、バーストを吐くよりも前に1個分の必殺技を打ちたいと。だからバーストに入る前に、真空波を打って、で、バーストに入ってから無限頭部打って LB 打ちたいと。そのために、だから逆算してそれまでの必殺技をここで打ってみたいなのを全部考えたとき、ハマってめっちゃ気持ちよかったですね、あれは。いやそう、必殺技のね、なんかね、タイミングがなんかね、うまく研究されてるのやつ見ると、すげえなってなるし、それができたとき気持ちいいよ。これをコンテンツごとに考えるのが、まあ楽しいですね。だから余計に絶とかに出すのが楽しいですね、僕は。なんかね、マントラもすごい、絶向きだとか言われるしね。いや、でもやっぱ、絶を早期というか、始まってすぐやってる時の文句がいること
による安定感の違いってやっぱすごい感じるんですよ。強っって文句強ってやっぱ思っちゃいますね。終点を持ってるのもあるし、マントラを持ってるのもあって、すごいちょっとピンチだなって思ってもなんとか耐えれる力があって、そりゃあその早期のレイドチームとかがいっぱい文句使うよ、当たり前だよそうなんだ。ちょっとこれから出ていくんで、ちょっと参考になりました。自信持って文句出します。ちょっと。文句はいいですよ。絶めっちゃいいんで。自信持ってでやります、文句。そうそう。なんかね、ゲージ管理とかがないから、すごくいろいろ調整しやすいから、めっちゃいいみたいですよ。全般的に。じゃあ、なんだろう。多分文句はみんなマントラ使うの大好きなんで、ヒーラーさんはぜひぜひなんかいつでもここ使ってくださいとか言ってほしいなっていう。好きな、なんかいい感じのとこで、ね。そう。動画見て皆さんのヒーラーの方もすごい、いつでも言ってください。文句の方々にはもう。本当に。そう、文句は全然なんかやりたがりが多分多いと思うんで、マントラここで入れてくださいって言ったらもう多分喜んで入れる。喜んで。があれば。全然いつでも入れます。いつでもご用命あればいつでも使うんでお願いします。はい。スマホで宣言してくれてもいいし、途中でやっぱりこっちに入れてって言ってもいいし。そうそうそう。お待ちしてます。マントラあったんだって言われたらすげえ悲しくなるんで。まあなんなら今後まで指定してもらってもいいんで。これ。戻しも手伝うんで、もう本当に。まあ使われるかどうかは置いといて、文句をやりましょう。皆さんいくらでも教えますので文句の人は教えてって言われたらすごく喜ぶと思うので、近くにいる文句の方に文句を教えてと言って文句をやりましょう。以上です。いかがでしたでしょうか。人の愛を聞くのは面白いですね。あなたのマイソウルジョブも放送があるかもですので、お見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。また動画化に至らなかった小ネタは X で流しますので、概要欄のリンクから X のフォローもよろしくお願いします。それでは視聴者作成のジョブ愛クイズとともにお別れしましょう。次回の放送をお楽しみに。おついえなし。